こんばんは。はるけです。今回はアルティメットバースデーチーム1完全版ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。こちらはですね、チーム1のミニリリースの選手を主に含めてますね。また特別にですけれども、そのミニリリース追加時の SBC とか目標選手も含めてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、アルティメットバースデーチーム1の完全版のティアリストになってます。アイコンと現役の選手一緒にという風なことになっていて、ミニリリース追加という風なティアリストになってますね。まずは D ですね。D はですね、新しく追加した選手としては、フランコフスキーですね。ミニリリースの選手になっていて、2バージョンあります。逆足5のバージョンか、スキル5のバージョンかという風なフランコフスキーになりますね。もちろんサイドバックとしてですね、スピード面があるのは素晴らしいことですし、クロスのプラスもついてますので、クロスを上げる方にとっては優秀なカードになるかと思います。ただ守備面がね、ちょっと弱い、選手にはなってしまいますね。予測とかついていないっていうのも不安な、ポイントですし、もう少し軽くあったら、スピードはあるんだけど、やっぱ敏捷性バランス低かったりはしますし、ちょっと個人的には、そうですね、変わりはいてしまうかなっていう風な、ところでここに入れました。そして続いてパリーニャですね。こちらはミニリリースで追加という風なことで、この選手に関してもね、守備的なボランチの選手で守備力は、高くてフィジカルはね強いブルーザーのプラスもついてますし、本当に体で負けない選手にはなるんですけれども、ペースがちょっと遅いなっていう風なところはどうしても感じて、しまいますね。またですね、ドリブル面だったりとかも非常に重たい、選手にはなりますので、ビエラほどのね、守備力とかその賢さみたいなのがあれば、いいんですけれども、個人的にはそこまでではないかなという風なところですね。またこの人も予測とかね、ついていないってことが少し不安ではありますし、スキルが5になって逆足4って素晴らしいんですけれども、どちらかといえばね、逆足5の方が良かったかなと思いますね。そして続いては C ですね。C はですね、新しく追加した選手、ロードですね。ジル・ロードになります。女子選手ですね。この選手に関してね、逆足5っていう風なところはね、非常に素晴らしいところかなという風に思いますし、パスがうまくって、パス出しながら自分でも攻撃参加できて、シュートもね、打てるっていう風なところはいいのかなと思います。で、ちょっと守備もできるんですけど、タックルの数値がちょっと低いので、むちゃくちゃ守備面優秀っていうほどではないっていう風な感じですね。どうしても取りきれない時はあるという風な選手になってます。プレイスタイルの部分がね、個人的にはちょっと、残念とまではいかないですけど、現環境では物足りないかなと、いう風には思いますね。またペースも、90あれば良かったかなっていう風なところで、シュートとかパスとかができるだけにですね、他の部分はちょっと物足りないかな、もうちょっと高ければ良かったかなというふうには思いますね。いろんなことある程度できつつっていう風な選手になってます。そして続いては B ですね。B はですね、新しく追加した選手として、プリシッチ、ミニレースで来ましたね。で、そして目標です。目標でコリンズ、そしてオサリバン、カレン、この3名の目標選手、そしてミニリース、シュバインシュタイガー、そしてスルロットと、これらの選手を B に追加をしました。まずはプリシッチですね。こちら2バージョンありまして、スキル5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風な、2つのバージョンになってます。個人的にはスキル5の方がいいかなという風なところではあるんですけれども、基本的にスピードの速さ、あとはドリブルの軽さっていうのがある選手にはなりますし、使用感自体は普通にいい選手になりますね。またシュートもね、改善されたという風なこともいいポイントには
なりますね。ただどうしてもフィジカル面が弱いので、結構ね、体当てられてしまうと簡単に負けてしまう選手になります。頑張って耐えたねっていうシーンはね、ちょっと少ない選手にはなるので、理不尽さこそないですけれども、全然使えるかなっていう風な選手にはなりますね。そして続いて目標で、来ましたコリンズですね。コリンズね、全然悪くはない選手にはなりますね。インターセプトのプラスだったりとか、あとは逆足も5で予測とか、ブロックとかついてますんで、全然ね、目標の選手は、悪くはないんですけど、逆足号だけど、やっぱりパス面はね、もうちょっとあった方がいいかなっていう風には、感じますね。で、あとはペース84もちろん十分なんですけど、6、7あたりあれば、かなり強かった。そういう選手にはなりますね。守備力に関してはね、結構高い選手で、フィジカルもね、強い選手にはなりますので、十分使えるな。無料でこれだったら普通にありかなというふうに思いますね。そして続いてはオサリバンですね。女子選手、デニーズ・オサリバンという選手ですね。この選手も目標で、獲得できる選手で、無料だったらこの人も全然ありっていう風な選手になりますね。普通にシュートだったりとかもある程度打てる選手で、ペースもね、89あるっていうのは素晴らしいですし、あとは守備もちょっとできるっていう風な選手になりますね。一応逆足は3なんですけれども、パスの逆算に関してはあんまり気にはならないかなというふうに思いますね。視野だったりとかショートパス、ロングパスはめっちゃ高くなってますし、プレイスタイルもついてますんで、ただシュートは気をつけた方がいいかなっていう風なところですね。個人的にはね、本当に惜しい選手、予測とか、ブロックとか、ある程度守備の能力を補填するようなプレイスタイルがついていながら攻撃にも出ていけるっていう風な選手なんで、惜しかった選手になります。これが逆足でもシュートちゃんと打てたりとか、能力的にアジリティ、敏捷性バランスとか、あとは守備のところがもうちょっと高かったりとか、したら良かったかなっていう風には思いますね。惜しかった。全然使えなくはないんだけど、もうちょっと、強ければなっていう風な選手になりますね。そして続いてはカレンですね。この選手もそこまで悪い選手では、なくって逆足もね、5ですし、ある程度ドリブルもね軽くって守備もできるという風な選手にはなってますね。あとブロックのプラス、容赦のプラスもいいんじゃないかなと思います。ただどうしてもフィジカルがちょっと弱かったりとか、もうちょっとペースあればなっていう風な部分と、あとパス面もね、もうちょっと上手ければなっていう風なところで、またプレイスタイルの部分でも予測とかがね、ついていたら、良かったかなっていう風なところですね。ただパリーニャよりは、使いやすくって強いなと感じる場面は多いかなと思いますね。こっちの方がインターセプトうまいですし、ドリブルね、重さあまりない選手にはなります。逆語だし。あとペースもちょろっとだけ速いんで、こっちの方が。なんで、パリーニャよりかは、まだいいかなっていう風には感じるんですけど、ただ、そうですね。スタメンに入れても、まだいいかなっていうぐらいのレベルで、トップレベルではないかなという風に感じますね。そして続いては、シュバインシュタイガーですね。アイコン、バースデーアイコンの選手になってます。この人も2バージョンありまして、スキル5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風なことですね。個人的には逆5の方がいいかなという風には思います。シュバインシュタイガーはね、それこそ、もうちょっと強くあってほしかったなっていう風には、感じますね。全体的にプラス、もう2、3、されてほしかったなっていう風なところですね。基本的にパスはすごく上手い選手になってます。両足ともにですね、非常に精度高いパスが送れる長短、短いパスも長いパスも別に送れるっていう風な選手になりますね。ただ、ざっくり言うとそれだけっていう風な選手にはなりますね。もちろん守備もしっかりできる選手ではあるし、シュートもある程度打てる選手ではあるんですけれども、ちょっとドリブル重たかったりとか、ペースももうちょっとね、あればなって思ってしまうので、
基本的にはパス散らす役割が多くはなってしまうかなという風なことで、現環境だったら、そうですね、このチームの中にもですね、代わりはたくさんいるかなという風なことで B に、しました。そして続いてスルロットですね。結構ね、安くってコスパはめちゃくちゃいい選手だと思いますね。逆足5でスキル4という風なことは素晴らしいですし、ただプレイスタイルプラスの部分がね、エアリアルのプラスはいいんですけど、チップシュート、ループはね、いらないかなっていう風には感じるんで、そこがちょっと残念やったかなと、いう風には思いますね。基本的に無理はできない選手になります。ドリブルの軽さとかはないんで、裏抜けのスピードとかはね、あるんで、そこの球際で勝負するみたいな無理は効く選手になるんですけど、ペナ内で渡してなんかしてっていう選手ではないっていう風なところですね。なんで重たい選手が苦手って方はね、あまり合わないかもしれないですけど、例えばハーランドだったりとか、あとはケインだったりとか、そういう選手が手に合うって方はスロとめちゃくちゃお得で、強さ感じれるかなと思いますね。また空中戦使う方にとっても、非常にジャンプ力だったりとかもね、乾燥してるし、ヘディング精度もね、乾燥してるし、エアリアのプラスついてるんで、結構ヘディングは強い選手になりますね。なんで個人的には、全然強い、そんな選手になりますし、使い方さえ極めれば、むちゃくちゃトップレベルの選手になれますね。そして続いては A ですね。A はですね、追加した選手、オグベネですね。目標で、獲得できるオグベネになってます。この選手結構強くなったかなと、感じますね。スキル5、逆足4という風なことは素晴らしいですし、一応ね、この選手身長はね、181センチかな、180超えてるんですけど、なんか少し爆発的みたいな、そんな加速タイプもいいのかなと。いう風に思いますね。シュートも、しっかり打てる選手、レーサーも90ありますし、ペースもね、94あって、ドリブルも軽くって、クイックステップもついててっていう風な選手になってます。あとは守備もね、ちょっとできる。ST 選手というか、CF かの選手としては珍しい77もね、守備力あるんで、結構いい選手、3CM の一角とかでもワンチャンいいんちゃうかなって、思うぐらいの守備力にはなってますね。で、エアリアルのプラスに関しては、一応ジャンプ値もね、高いんですけど、クロスゲーができる、オグベネをターゲットにっていうほどのね、力はないかなっていう風には、感じますね。あとはもちろんラピッドとかテクニカルとかついてはいるんですけど、もう少し、プレイサイドの数は欲しかったなという風なところ。あとはパス面ですね。もうちょっと上手ければなっていうのはあるんですけど、ただ総合的に、なかなかいい選手で、かなり強化をされて、十分強いなという風には思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、ミニリリースで追加されましたバランですね。そして、バースデーアイコン、マケレレ。こちらミニリリース追加時の更新とともに SBC で来たので、今回ここに、入れてます。で、そして、ブトラゲーニョですね。この3名が S ということになってます。まずはバランですね。バケモンですね。でかくて速いし、しっかり取り切れるという風な力、持ってますね。スキルがね、5に変わったっていうのは、いや、そっちやないやろっていう風に思うんですけど、もともと逆足4なんで、ロングパス値、あとはショートパスもしっかり上手い選手になるんで、問題はないかなという風なところと、あとはリアクション冷静さなんかもある程度、備えてはいますし、かなり強くなったなという風な選手にはなりますね。予測のプラスと、あとはブルーザー、インターセプト、ジョッキーなんかも備えてまして、空中戦に対するエアリアルとか、パワーヘッダーなんかもついてますので、地上戦、空中戦ともに何の文句もつけようがない、ぐらい最強のセンターバックですね。で、そして続いてマケレレですね。一応ミニリリース、先ほど言った通り更新とともにね、SBC で来たんで、今回ここに入れてます。逆足が5になって、スキルが4になってますね。もともと33なんで、逆足に関してはプラス2されてるという風なことで、非常に大きいアップグレードだと思います。もともとパスの数値自体はね、結構高かったんですけれども、どうしてもこう逆足3の部分は
不満なところではあったんで、それ逆足5でパス能力も高くなったってなると、本当に上手い選手、パスも出せるっていう風な選手によりなりましたね。で、またペースも85あって、守備力もかなり高くなってます。で、フィジカルも、ついて、ブルーザのプラス、クイックステップのプラスがついてですね、非常に強い、ボランチの選手になりました。予測とかインターセプト、あとはブロックなんかもついてますので、本当に守備線の選手としては素晴らしい力を持ってますね。特にクイックステップのプラスが実際自分使ってありがたいなというか、速さをなんかすごく感じる選手になってますので、まあそうですね、カンテの圧倒的な上揚感の選手になりますね。そして続いてブトラゲーニョですね。ブトラめちゃくちゃ強化というか、化けてるなと、思います。スキルが5になって55になりました。で、またテクニカルのプラス、そしてクイックステップのプラスを備えながらですね、あとはシュートもめちゃくちゃうまくって、ドリブルもむっちゃ軽いっていう風な選手になってます。で、パスもある程度出せるようになったという風なことですね。ペースも95ありますし、かなり止めにくい選手にはなりますね。もちろんスキル5になったということでスキルムーブ出せるんですけど、スキルあまり使わないっていう方にとってもテクニカルのプラスがね、この人すごくいいので、コントロールスプリントだけでもぐんぐん運んでいける、力を持ってるし、右左どっちに行っても両足で振れるっていう力を持ってるんで、かなりおすすめな選手になってます。で、一応今週のね、プレイスタイルついてはいるんですけど、遠目からの今週あんまり入らないので、基本的には自分で運んでいって、最後決めきるっていう風な、感じのシュートパターンがいいと思いますね。フィジカルはね、そこまで強い選手ではないんですけど、そもそも触られないっていう速さと、あとテクニカルのプラス備えましたんで、別にそんなにマイナス点ではないかな。他が良すぎるっていう風な、ことですし、スキルも5なんで、かなりね、おすすめで、めちゃくちゃ厄介な ST 選手になりましたね。こちらがアルティメットバースデーチーム1の完全版ティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。